黒糖チーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、黒糖チーズケーキを作っていきたいと思います。普通のチーズケーキはね、グラニュー糖とかを使うと思うんですが、今回はそちらを黒糖で代用してとてもコクのある美味しいチーズケーキに仕上げていきます。作り方はね、混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、黒糖、卵、薄力粉、レモン汁、お水、ビスケット、無塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まず生クリームですが、こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。生クリームはお好みのものを使っていただいて OK です。植物性をね、使っていただいても大丈夫です。植物性のホイップを使うとあっさりとした仕上がりになります。そして卵ですね。こちらは M サイズの卵を2つ使っていきます。続いて黒糖ですね。黒糖はですね、フレークタイプと、あとは粉末タイプ、あとは固形などがあると思うんですが、今回私は粉末タイプを使っていきます。フレークタイプや固形タイプは少しね、溶かすのが大変なので、粉末タイプを使っていただくのがおすすめです。こちらはですね、お水で溶いて入れていきます。そして下に敷くビスケットですね。こちらは今回チョイスというビスケットを使っていきます。枚数で言うとね、8枚使用していきます。そして今回は15センチの底抜けタイプのケーキ型を使っていきます。ここにですね、丸くくり抜いたクッキングシートをそこに敷いて、そして側面にはこのように肩の高さに合わせたクッキングシートを用意して、そして内側に敷き詰めておきます。こちらは必ずね、生地を作る前に準備しておきましょう。ということで早速作っていきたいと思います。それではまずはじめにこちらのバターを電子レンジで溶かしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたらよく混ぜてバターをしっかり溶かしていきます。これで綺麗に溶ければ OK です。そうしましたらジップ袋を用意してください。この中にビスケットを入れます。そして麺棒で細かく砕いていきます。できるだけね、細かめに砕くようにしてください。そうすることでね、仕上がりが綺麗になります。このようにね、細かめに砕いてください。そしたらこの中に先ほど溶かしたバターを入れます。そしてビスケット全体にしっかりね、バターをなじませてください。このように全体に染み込めば OK です。そしたら準備しておいた型の中にビスケット生地を入れます。そして全体に広げて敷き詰めていきます。厚みが均一になるようにね、敷き詰めましょう。はい、このようにしっかり敷き詰めてください。そうしましたらこちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておきます。それでは続いてこちら黒糖をお水で溶かしていきます。まず黒糖をすべて入れてください。そしてここにお水を入れます。これで一度よく混ぜましょう。黒糖をすりつぶすイメージですね。これでしっかり混ぜます。30秒ほどね、しっかり混ぜたらこちらを一度電子レンジで加熱します。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、30秒加熱しました。そしたらもう一度よく混ぜて黒糖をしっかり溶かしてください。はい、 OK です。最後ね、生地をこしていくのでまだ少しね、黒糖のつぶつぶが残ってても大丈夫です。ただあんまりにもね、残りすぎている時はもう一回加熱してしっかり混ぜてみてください。それでは続いてクリームチーズを練っていきます。今こちらね、冷蔵庫から出して10分ぐらいしたものになります。まだ硬くて練れないので一度電子レンジで加熱して柔らかくしていきます。もし常温の状態から作り始める場合はこちらの温める作業は省いてください。それではこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱していきます。はい、30秒加熱しました。そしたらゴムベラを使ってクリームチーズを滑らかになるまで練っていきます。
はい、これで滑らかになれば OK です。そしたら続いてここに先ほど溶かした黒糖を入れます。そして今度は泡立て器を使ってしっかり混ぜていきます。はい、これで OK です。そうしましたら続いてここに卵割り入れます。卵は1つずつ加えてその都度よく混ぜてください。そうすることでムラなくねしっかり混ぜることができます。そしてよく混ざったらもう1つ加えます。これでよく混ぜましょう。はい、 OK です。それでは続いてここに生クリームを入れます。そしてよく混ぜてください。はい、 OK です。続いて生クリームを加えたらレモン汁を入れます。そしてよく混ぜましょう。レモン汁と黒糖もねすごく相性がいいのでぜひ入れて作ってみてください。それでは続いてここに薄力粉をふるって加えます。こちらはね必ずふるって加えてください。米粉でね代用していただいても OK です。これでよく混ぜてください。はい、これでしっかり混ざれば OK です。そうしましたらこちらの生地は型の中に入れる前に一度こしていきます。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。ではこのような網目の細かいこし器を用意してください。こちらね100円ショップでも売ってます。そしたらこの中に生地を入れましょう。そしてしっかりこしていきます。一度こしたら軽く混ぜましょう。はい、生地はねこれで OK です。このようにとても滑らかな仕上がりになってます。そしたら冷やしておいた型を天板に乗せてここに生地を流し入れます。そうしましたらこちらを170度に予熱したオーブンで45分焼いていきます。はい、焼き上がりました。このようにね美味しそうに焼き上がってます。そしたらこちらケーキクーラーの上に置いて、そしてキッチンペーパーを上にかぶせます。そしてこのまましっかり粗熱を取ってまず冷ましてください。はい、チーズケーキが冷めました。今このような感じに仕上がってます。そしたらですねここにラップをしてこのまま冷蔵庫で一晩しっかり冷やしてください。はい、一晩ね冷やしました。こんな感じでとてもずっしりとして美味しそうに仕上がってます。そしたらねこちら型から外します。外す時は型よりもね少し高い容器を用意してこの上に乗せます。そして側面の型だけ下に下ろしましょう。あとはクッキングシートを剥がします。ペリペリっとこんな感じでとっても美味しそうに仕上がってます。そしたら底の部分にナイフを入れて、そしてクッキングシートと底を取ります。そしてお皿にのせましょう。これで完成です。このようにとても美味しそうに仕上がりました。はい、これで黒糖チーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにずっしりとした仕上がりになっています。では切っていきます。このようにずっしり濃厚でとても滑らかな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。黒糖のコクとあとはレモンのさっぱりした感じがすごく合います。そしてチーズケーキがすっごく滑らかです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の黒糖チーズケーキのポイントです。まず黒糖なんですが、こちらはですね粉末タイプやあとはフレークタイプ、ブロックタイプ、いろんな種類があると思いますが、今回私は粉末タイプを使ってます。粉末タイプが一番溶けやすいので粉末タイプを使っていただくのがおすすめです。そして黒糖を使う時は必ずお水でしっかり溶かしてから使うようにしてください。レンジで少し温めていただくと黒糖が溶けやすくなります。そしてビスケット生地についてなんですが、こちらはできるだけ細かめに砕いてみてください。そうすることで仕上がりが綺麗になります。そして生地を作る時なんですが、材料を加えたらその都度よく混ぜるようにしてください。そして型の中に流し入れる前に一度生地をこしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。あとはですねオーブンで焼くだけなんですが、焼きたての時はねすごくねプルッとしてると思うんですが、冷めてくるとだんだんずっしりとした仕上がりになってきます。
室温でしっかり冷ました後は冷蔵庫で一晩冷やしてください。そうすることでとてもずっしり濃厚で美味しい仕上がりになります。あと甘さについてなんですが、今回ちょうどいい甘さになってると思いますが、この甘さはお好みで調整していただいて OK です。調整する際はですね、薄力粉を入れる前に一度味見していただいて、ちょっと甘さが欲しいなと思ったら黒糖をしっかり溶かして追加で加えていただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は黒糖チーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。